悪くないね。Vlog で高音質な録音をするのは実はとても難しいことです。喋る声に集中したり、手元の音に集中したり、あるいは環境音であったり、Vlog の録音はいろんなシチュエーションがあるからです。Vlog を高画質に収録するために一眼カメラを使うのであれば、同時に音声の質を上げると映像のクオリティが上がります。Tascam CA-XLR2D 一眼カメラへの XLR 入力を拡張するマイクアダプターです。一般的な一眼カメラ本体だけでは写真や動画を撮影する機能がメインになるので、高音質な録音をするには向いていません。ノンマイクでカメラのマイクを使うといいとは言えません。小型のマイクやワイヤレスのマイクを使ってもシチュエーションによっては限界があります。この CA-XR2D であれば使うマイクの種類や録音のシチュエーションを増やすことができます。CA-XR2D は XLR 接続ができて、かつファントム電源が必要なマイクを接続することができます。ハイクオリティに録音する環境がカメラの上で収まるのはとても大きいメリットです。対応しているメーカーとそれに合わせたアクセサリー集を使うことで、カメラのシューマウントに接続するだけで音声のデータとアダプターの電源を直接供給することができます。機材の量をコンパクトにしたい Vlog の撮影では便利な機能です。もちろん、その機能に対応してないカメラでも使うことができます。アダプターにバッテリーをつけることができるし、カメラのマイク入力に接続すれば音声データをカメラに送ることができます。カメラにシューマウントとマイク入力があれば、どんなカメラでも使うことができるということです。もう少し細かく見ていきます。振動ノイズを抑えるショックマウント機構がついたマイクホルダーがついています。ホルダーに収まるサイズのマイクであれば、どんなマイクでもマウントすることができます。このサイズでショックマウントの機構がついているのはとてもいいと思います。特に Vlog の撮影ではカメラを手に持って撮影することが多いので、振動ノイズを抑える効果を期待できます。入力端子は XLR が2つ。3.5mm ステレオミニジャックの入力端子が1つあります。XLR 接続ではどちらの接続でもファントム電源の出力をすることができます。他にも単純にマイクの接続、あとは他の機材からの音声入力をする LINE 接続も使うことができます。操作基盤は録音の設定を細かく調整することができます。録音レベルをオートにすることができるし、突発的な大きな音を抑えるリミッターがあるのは Vlog の収録をする上でいい機能です。Vlog の収録であれば十分すぎる設定ができると思います。これは僕の個人的な好みなんだけれども、操作基盤のスイッチなどが全てアナログなのがとてもいいです。今は何でも液晶画面をタップしたり、液晶画面を表示させないと設定できないものが多いんだけれども、CA-XR2D は全てアナログです。見るだけで設定がどうなっているかすぐにわかるし、スイッチやノブは直感的に操作できます。必要なものが全て常に表示されていて、単純明快でとても好きです。操作基盤には透明なカバーがついていて、誤操作を防ぐことができます。バッテリーを使う場合、単三電池2本が必要になります。充電すれば何度でも使えるニッケル、リチウム、あとはアルカリ電池を使用できます。使うバッテリーの種類に合わせてスイッチを切り替えることで、本体に最適な電力を供給することができます。CA-XLR2D 本体にもシューマウントがあります。小型のマイクをつけることもできるし、ワイヤレスマイクの親機をつけることもできます。最後に出力をヘッドホンにすれば、本体から直接音声をモニタリングすることができます。挨拶が遅れました。カキです。 CA-XR2D をカメラに装着して外に出てきました。一眼カメラ専用のマイクアダプターとして、例えば同じタスカムのリニア PCM レコーダーの DR60D Mark II などがあります。持ち運べる大きさではあるんだけれども、常にカメラに装着して Vlog のような撮影をするのは難しいと思います。このレコーダーのような機能をどんなシチュエーションでも使えればいいなと思っていたんだけれども、今まさに実現しています。 Vlog のような撮影に必要になる機能をこういったレコーダーから抜き出して、かつマイクの形状と融和させてコンパクトにしたのが CA-XR2D だと個人的には思っています。今日はこの車を散歩に連れて行かないといけない日です。定期的に動かさないと調子が悪くなっちゃうのは人間の体と同じですね。アルファロメオの V6 の音です。物騒じゃないけど、マフラーをステンレスにしているので
悪くはないです。録音できる音質としては最新機器の音質のレベルで、アダプター内部の部品もかなりいいものを使っている印象があります。無理やりいい音をさせているっていうわけではなくて、ピュアで素直な音質だと思います。いい場所ですね。今日はちょっと長袖を着てきたのは間違いだったかな。日差しが少し強いですね。いただきます。部屋の中でこのアダプターをカメラにつけていると少し存在感が大きいなとは思っていたんだけれども、こういう風に外に出るとそんなに気になることではないです。こんなに人がいないビーチも珍しいですね。Vlog はカメラを手に持って撮影することが多いです。手に持って撮影をする場合、気になるのはサイズと重量です。アダプターの本体の大きさはショックマウントをつけた状態で幅 88.2mm、長さ 110mm、高さは 119mm あります。だいたいパソコンのマウスと同じくらいの大きさです。つけるマイクの種類によってここからサイズが変わることになります。例としてロードのビデオマイクプロプラスと比べてみます。アダプターにつけるマイクは XLR のショットガンマイクで、ロードはマイクに風防のファーをつけている状態であれば、サイズとしては少し大きくなるくらいで大きな違いはありません。ロードのビデオマイクは重さが約 130g で、タスカムは本体にバッテリーをつけている状態で約 400g になります。ここからマイクをつけることによって重さが増えることになります。単純に軽くはないです。カメラを手に持って撮影する場合、長時間の撮影は少し大変かもしれません。でも XLR 接続ができて、マイクに電源供給ができて、さらに同時に複数のマイクを使えるということを考えれば、とても軽いと言えます。僕が実際に使った時はマイクを2台つけたり、ケーブルを伸ばした状態で使っていました。それがこの重量でできるのであれば、重さというのは考えなくてもいいことだと思います。重量についてはあくまで Vlog の撮影で、かつ手に持った状態の話です。今までも Vlog の撮影を軸に話をしてきましたが、この CA-XR2D は Vlog の撮影だけではなくて、より高度でハイクオリティな撮影をする現場にも十分に対応できる性能があります。個人的に Vlog だけで考えるとオーバースペックな感じもします。大型の録音機材を使わない、あるいは使えない撮影では、このアダプターさえあればどんなシチュエーションにも対応できると思います。実際に今のこの収録も CA-XR2D を使って撮影しています。普段使っている録音のインターフェースからこの CA-XR-D に途中から切り替えてるんだけれども、違いはわからないと思います。どんなマイクでも使えることができて、どんなカメラにもつなげることができて、それがカメラの上で収まるサイズで完結しているのであれば、それはとても大きなメリットです。今はコンパクトなカメラでもある程度のレベルの画質で撮影ができるようになりました。画質にこだわるのであれば、同時に音声の質も上げるといいと個人的には思います。映像と音声は一つのセットです。映像と音声の質のギャップが大きすぎると違和感を感じるかもしれないし、結果的に全体の質が下がることになります。一本のマイクの収録からレベルアップする初めの一歩としても、この CA-XR2D はいい選択だと思います。普段もっと大型でハイレベルな機材を使っている人でも十分な性能があることが実感できると思います。汎用性と拡張性の高さからどんなシチュエーションでも使うことができると思うし、長い期間使うことができると思います。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。Thank you.